皆さん、こんにちは。ゆきです。今日はアニメにもよく出てくるタヌキの話をしようと思います。タヌキってアジアにしかいないって知ってましたか？私も最近まで知りませんでした。前の動画では犬がつくことわざを紹介したんですけど、今日はキツネとタヌキの話をします。皆さんはキツネとタヌキ見たことがありますか？私はどちらも見たことがありません。キツネは日本以外の国でも世界のいろんなところにいるみたいです。寒いところにはいるのかな？じゃあタヌキはどうですか？調べてみたらタヌキは東アジアにしかいないようです。皆さん知ってましたか？だからタヌキを見たことがないという人は多いかもしれません。タヌキが本当にいる動物だと思ってない方もいるかもしれないですね。日本にはタヌキを見ることができる動物園もあります。タヌキを見てみたいという人はタヌキが見られる動物園に行ってみるのも楽しいかもしれませんね。この前、私が好きなアニメを見ていたら、こんなセリフがありました。あの人はタヌキだから。もちろん、あの人というのは人間のことです。人のことを説明するのに、タヌキだからというのはどういう意味でしょう？皆さんどう思いますか？もしかすると日本の古いお話をたくさん読んでいる方は知っているかもしれません。タヌキやキツネが人間に化ける、えー姿を変えて人間のような見た目になるというのを見たことがありますか？そういうお話がいくつもあります。実は人間だけじゃなくて太陽や月、石、あとは猫、雨や雪にも変身しているお話があります。だからキツネやタヌキというのはあまりいい言葉ではありません。あの人は嘘つきだよとか、あの人は悪い人だよみたいな意味になります。キツネやタヌキは姿を変えて人を騙したり嘘をついたりするので、あの人はタヌキだからとかキツネだからっていう言葉はあまりいい言葉ではありません。気をつけましょう。ことわざにキツネとタヌキの化かし合いという言葉があります。このキツネとタヌキというのは本当のキツネとタヌキのことではなくて、人を騙したり嘘をついたりする悪い人同士がお互いに2人で嘘をつき合って、こっちもこっちも嘘をついているようなことをキツネとタヌキの化かし合いと言います。あと、皆さんの中で日本で居酒屋に行ったことがある人はいますか？居酒屋とか他のお店に入った時に、お店の入り口に
タヌキの置物が置かれているのを見たことがありますか？このタヌキの置物、何のために置いているかわかりますか？この置物はお店にお客さんがたくさん来て、このお店が人気になりますようにとか、たくさんお金が儲かりますようにというお願いをして置いています。難しい言葉で言うと、商売繁盛と言います。商売繁盛はお客さんがたくさん来てビジネスがうまくいくようにっていうお願いをするときに使います。では、どうしてタヌキの置物でビジネスがうまくいくようにお願いをするのでしょうか？これはタヌキという言葉がポイントです。ライムのような感じです。タヌキを漢字で書くと、こう出てるかな、こういう漢字を書くんですけど、でもこのタヌキという音、この音を別の漢字に変えてみます。そうするとこの漢字になります。タヌキのタは他という意味の漢字。タヌキの抜きは抜くという漢字。で、この言葉を合わせると、他を抜くということは、他のお店を抜いて自分のお店が一番になる。一番になるということです。だからビジネスがうまくいくということにつなげて、タヌキの置物を置くとうまくいくというお願いをして、タヌキの置物を置いています。面白いですよね。もしビジネスがうまくいくように、日本のタヌキの置物を買いたい人がいたら、日本に来た時に探してみてください。はい、今日はキツネとタヌキの話をしました。タヌキの話が多かったですね。私もこのチャンネルをたくさんの方にたくさん見てもらえるように、タヌキの置物を探してみようと思います。あなたはタヌキを見たことがありますか？キツネはどうですか？漫画やアニメでタヌキが人間に姿を変えたりしたのを見たことがありますか？よかったら何というアニメでそういうお話が出てきたか教えてください。今日もここまで見てくれてありがとうございます。もしこのチャンネルが楽しかったら、いいねとチャンネル登録、友達にシェアしてくださいね。皆さんの国にも珍しい動物はいますか？その動物が人間に姿を変えたり、そんな話はありますか？よかったらコメントを書いて教えてください。ではまた次のエピソードでお会い